機械学習と西洋先生術で株の予測モデルを作っていくエンタメチャンネルです。初見の方はぜひ右上のチャンネル概要の再生リストをご覧ください。それでは今週の予測の評価をしていきましょう。はい。こちらの画像が先週末に作成していた今週の予測でした。Discord サーバーで公開しているものです。これを見ると、週の前半は少し上がるものの、おおむね下がり坂、下り坂という予測に見えていました。で、実際のチャートは左側になっています。これを見ると、ご存知の通り、木曜日に大きく上がったというところで、全体的には上がり調子ということですね。ですので、対局は外れているという感じに見えます。終値ベースで線を引くと、ここが金曜日なので、ここからこう上がって、こうなって、で、木曜日に大きく上がって、金曜日は少し下げたという感じでしょうか。で、これで見ると、そうですね。金曜日下がるとかいうところはいいんですけど、この木曜日がやはり上がってないというところはちょっと痛いところですね。ただ、この予測に基づいた売買では、下がる予測だからといって、ショートの SOXS を買うというところは考えていません。あくまで SOXL の方を買って利益が取れるかというところを重視しています。というところで言うと、今週の買いポイントは一つだけ。15日月曜日だったので、ここで買いましたと。ここですね。で、その後、買いポイントが出ていないので、翌日決済することができました。今週はこのトレードだけですね。1.5% の利益ということです。欲を言えばこの火曜日、水曜日に関しても、緑色の買いポイントが出ていれば、まだここでは売らないと、決済しないということになったので、この木曜日の大きな上げが取れたと、こういうことになるんですけど、ここまではいかなかったと。損をしなかったので、一旦はこれでよしとしましょう。しかし皮肉なことにと言いますか。こちらは先週の動画のサムネイルなんですけれども、ボックスレンジを上抜けしたので、上がるんじゃないかみたいな話を書いていたんですよね。で、これ何かというと、この AI 予測に基づいたサムネイルではなくて、この後やっていくテクニカル分析に基づいて考えていたサムネイルということになります。なので、今回は AI 予測は下がると予測していたので、テクニカルの価値ということになるでしょうか。AI とテクニカル、いいところを組み合わせてトレードしていければいいんですけどね。この後テクニカル分析も引き続きしていきたいと思います。それではいつもの通り勉強がてらではありますが、テクニカル分析もしておきたいと思います。まずは SOXX の週足チャートから。今週はこのように大きな陽線ということですね。先々週から引き続いて、大きな陽線でぐんぐんと上がってきたという感じに見えます。で、ポイントはまずここですよね。この青の線、これ何かというと、かつての目立つ週足高値というところで、ここで一悶着あるかなと思ってたんですけど、週足で見ると、気にせずにぶち抜いていったという感じには見えますと。この後、日足も見てみますけどね。で、さらにですね、その後、このかつての、最高値ですよね。この月足高値のところも、ちょっと上にヒゲで超えているという感じですよね。かなり強い2週間だったという感じでしょうか。花軸でいただいたいつものやつでも見ておくと、特段言うこともないという感じですよね。高値はこのようにどんどん週足高値は上に行っていると。で、少し前に若干切り下げたところはあったんですけど、これもすでに上に抜けることが確定していると。で、安値に関してもどんどん切り上がっているということで、週足はまだまだ上昇局面継続中というところでしょうか。ボリンジャーバンドの基準線に関しても上を向いたままどんどん上がっていると。そうですね。かつての上昇局面でこれがどんだけ続いたかっていうところなんですけど、そうですよね。このボリンジャーバンドの基準線が上を向いて上がっているところとなると、例えばこういうところですよね。で、ちょっとここで一休みがあって、また上がっていったっていう感じですけど、この期間がどれだけかというと、ここからここまでで
266日。ここからここまでで210。仮にですけど、同じだけ上昇局面が続くとするならば、まだまだ、これは1月ですか。よく年末までは強いんちゃうかみたいな話も、噂ですけど聞きますけど、そういった話になるのかもしれないですよね。で、ボリンジャーバンドの話が出たので、ついでに言うと、こんな感じで、この上の青い線ですよね。プラス2シグマのところにぶつかって、ちょっと一服すると。ただ、このようにぶつかりながらどんどん上がっていくっていうところもあるというところで、今回まだもう少し上の線まで余裕があるので、今回どうなることかと。ぶつかった時にどういった動きをするかは注目しておいた方がいいのかもしれませんね。あとは出来高ですね。出来高もしっかり伴ってますと、この先々週からの陽線の連続、これでどんどん出来高も増えているような感じですよね。で、ただ、冷やしの方で価格帯別の出来高も見ておきたいと思います。こちら冷やしですね。価格帯別で月曜日から見るとするなら、こんな感じですと。やはり木曜日に上がったというところで、そこでどこで出来高が多かったかですけど、やはり上に抜けたところに関しては、それなりに出来高があると。で、ややこの右側の赤い線、売りの出来高ですね。こっちの方がやや多いようにも見えますね。このかつての高値を超えたというところなんですけど、ダウ理論の教科書には、高値を超えるっていうところは上昇のサインなので、高値超えたら買っていきましょうみたいなことも、書いてあるっちゃ書いてあるというところで、最高値を超えたので、まだまだ上がっていくというところで買っていった人もいれば、一旦ここで利確しとこうということで売った人もいるということですかね。教科書通りに高値超えたからといってどんどん上がっていくということはなく、一旦調整を挟むというところもセオリーではあるので、翌日はこう下がっていると。ただ、下がったとはいえ、この下髭ですよね。ガンガン下がるというよりは、また上がっていくぞという意思も感じられるというところでしょうか。細かい話から入ってしまって恐縮だったんですが、こちら、冷やしを少し引いてみたところです。で、今週のチャートを見ているとやはり面白いですよね。意識されるべきところはバチバチに意識されていると。何の話かというと、先週このボックスレンジを上抜けしましたと。これですよね。ここで上抜けしたので、一回調整があるのかどうかわからないけど、この後上がっていくんじゃないかという話ではありましたと。で、まずやはり、今週の月火水と見ていくと、わかるのは、やはりこのダブルトップになっていた、このかつての冷やし高値ですよね。ここはサポートとして、下がってきた時の指示としてバチバチに意識されていると、ここですよね。なので、例えば、レンジ上抜けましたと。で、これは上がっていくかなというところで、上がったところで買うのもいいんですけど、下がってきたところで買えた人っていうのは爆撃が取れているということですよね。羨ましい限りですが。で、逆もしかりで、この上の線ですよね。この青い線についても、上に行くときのレジスタンスとしてバチバチに意識されているというところで、この水曜日の線はなかなか面白い線でしたね。で、ただ実際にトレードするとなると、これ、日本時間で言うと深夜の動きなので、なかなかリアルタイムに見ながらっていうのは難しいと。この線まで下がってくるのを待って買うというのは、ある意味落ちるナイフを拾うという、逆張りの戦略にはなってしまうので、ここまで下がったら買いますよっていう指し値を入れて寝るというのも、ちょっと怖いっちゃ怖い話ではありますと。本来はチャートを見ながら、ここまで下がってきて、かつ反発したと。反発があったということを見極めてから買うという戦略が正しいのかもしれませんが、なかなか米国株の場合はそうもいかないと。なので、ここまで下がってきたら買うよという注文を入れておくんであれば、買えたもののさらにここから下がってきたと
いう場合に、どこで損切りをするかという注文も合わせて入れておく必要があるということにはなるかと思います。そうなった場合に、例えば今回の場合は、ダオ理論で言うと、冷やしの安値っていうところで考えるなら、ここで買ったけど、ここまで下がったら損切りとなると、3% 弱の損切りと、SOXL で言うともっと大きな損切りにはなるので、そういったところに耐えられるかどうなのか。はい。ということで、来週以降またどうなるかですね。同じくでいただいたいつものやつも表示していますが、冷やしに関しても高値はどんどん上がっているし、安値も切り上がっていると。上昇局面の真っ只中ではあるんですけど、ボリンジャーバンドの上の線ですね、プラス2シグマには背に引っかかっているところですと。最近で言ってもこの辺とかこの辺とかで、ちょっと調整を挟むかなっていう感じはあるので、少し調整をするのか、ただ、この勢いのまま上がっていくのか。もし今回のように押し目を待つとするならば、やはりこの線は一つの候補にはなりますかね。この水曜日の上髭でも意識された線ではあるので、ここまで落ちてくるかどうかですよね。結構な幅もありますからね。冷やしの安値から高値という線で引くと、そうですよね。61.8% もこの青い線やと。なかなか深い押し目にはなるけど、実際ここまで落ちてくるとするなら、硬いサポートにはなりそうな気がしますよね。水平線かつ 61.8%。ただ、この状態で 61.8% 落ちるかというと、なかなかなさそうな気もしますよね。金曜日の下髭のところも 38.2% で止まっているし、ここで一つの調整は完了したということでどんどん上がっていくのかどうなのか。一度、こんな感じで、金曜日の下髭部分が意識されるという展開はあってもいいのかもしれませんね。このチャンネルでは、西洋占星術に使う星の位置情報を同じ日の終値と一緒に機械学習にかけて予測モデルを作っています。このモデルに未来の星の位置を入力することで、未来の株価を予測してしまおうという試みを行っております。予測の公開は Discord サーバーで行っております。この動画の最後に Discord サーバーへの参加方法の動画を載せております。あくまでエンタメとしてご覧いただくという趣旨をご理解いただける方は、ご自由にご参加をお願いします。会費などはかかりません。動画のコメント欄におすすめの本を載せています。相場は予想するものにあらずというところをしっかり書かれている本なので、ぜひご覧いただければと思います。投資は自己責任の原則に基づき、あくまでエンタメとしてご覧ください。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。